皆さん、こんにちは。みきこです。私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。このポッドキャストは日本語勉強中の方向けにお届けしています。日本の文化や私が日々の暮らしから感じていることや体験したことなどを日本語で話しています。スクリプトはホームページに無料で公開していますので、よかったらそちらも見てくださいね。はい。私は言葉を扱う仕事をしていますが、言葉って難しいなーってよく思います。先日、娘にハーフという言葉を使ったら、娘が今はその言葉あんまり使ったらあかんらしいよって言われました。最近は外国人と結婚して、その間に生まれた子供のことを日本ではミックスとかダブルというそうですね。少し前まではハーフと言っていたんですけどね。ミックスはいいですが、ダブルってちょっと私にとっては違和感があります。アイスクリームを注文するときに使うからかな。でね、私にとってはダブルって違和感があるんですが、これって人によって違うと思うんですよね。娘はハーフに慣れているから、本人は全く気にならないらしいです。でもそう言われて不快に思う人もいるわけですよね。あとは外国人に対して外人という言葉は差別用語とされています。外人さんという人もいますが、さんをつけたところで丁寧にはならないです。あとは日本語上手ですねと過度に褒められるのを嫌がる人もいます。日本語って難しいのに、挨拶だけでも日本語でしてくれると嬉しいので、その喜びを伝えているのかもしれませんね。相手を気持ちよくさせてあげる言葉選びをするのが日本の文化でもありますので。ただ、そうは言っても結局はどんな言葉も受け取る側次第なんですよね。こちらが良かれと思って言ったことが相手にとって不快に感じることもあります。良かれと思ってというのは良いと思ってという意味です。良かれと思って何々する、良かれと思って何々したという表現は結構使います。よかったら使ってみてくださいね。ちょっと話を戻しますが、言葉って受け取り方次第で良くも悪くもなるので難しいですよね。そしてこの問題はどの言語の間でも起きる問題です。私自身、ポッドキャストで話すときも言葉選びに悩むときがあります。始めた頃はできるだけ外国人の方が理解できる表現で話そうと思っていました。ですが、今は気にせず話しています。以前、難しいですというコメントが入った時もありました。ごめんなさいね。理解できる言葉って結局学校で習っている言葉になったりするので。ですので、私は時々大阪弁も混じるし、大阪なまりの話をすることもあります。普段日本語教師をしているからって正しさで話をするのもやめています。会話なんて文法の正しさを考えていたら話せないので、ら抜き言葉も使っています。ら抜き言葉についてはエピソード12で話しています。ら抜き言葉とは食べられるを食べれると言って、本来必要ならを抜いて話すので、ら抜き言葉と言われています。私は辛い食べ物を食べれますみたいに可能形にするとき、2グループで起きます。ちょっと間違えてたり、普段話す話し方の方が親近感が湧くかなと思っています。知らんけど。このポッドキャストでは先生として話しているわけではありませんので。知らんけど
の使い方については、エピソード55のよく使う大阪弁についてを聞いてくださいね。はい。皆さんは苦手な言葉や言われたら嫌な言葉ってありますか？もしあったらそれはなぜですか？私は常識という言葉が苦手です。常識とは一般の社会人が共通に持つ普通の意見や知識や判断力のことです。常識は人によって違いますからね。特に国をまたいでしまったら常識は違います。国をまたがなくても育つ環境が違えば常識も違うことがあります。私は小さい時から人と違うことに興味を持ったり、人と違うことをするちょっと個性的な子供でした。ですので、一般的には常識がない人に当たるかもしれません。それで常識という言葉がちょっと苦手です。だから大人になって常識ってなんだろうってよく考えるようになったし、いろんな違いを知りたくて海外にも飛び出しました。最近はこうしてポッドキャストを配信しているので、知らない間に人を傷つけたりしていたら怖いなぁと時々思います。今日は娘の一言でハッとしたので、言葉の難しさについて私の考えをお話ししました。最後まで聞いてくれてありがとうございました。ほなまたね。